迎える前に住環境の把握を行います。1年の気温変化はもちろん、住宅地と一括りに行っても、日当たりはどうか、風通しはいいか悪いか、1000年単位で続く森までは数キロメートルか数メートルか。こういったことを考慮せず、一つの飼い方を真似すると、大変危険で失敗、つまりメダカが死んでしまいます。また、生活様式についても把握しておきます。1日を通してしょっちゅう水槽の様子を確認できるのか、それとも24時間のうち数時間しか世話できないのか、そういったことも念頭に置き、情報収集を行い、かつ集めた情報を自身で精査しましょう。ここまでで自身の水槽はどうすべきか見えてきたと思います。自分のレベルがわからないという人にはこちら。この水槽を見て汚れていると感じますか？正解はとても汚れています。毎日これだけの糞が水槽内に落ちます。ただしそこに砂利が敷いてあったら、このうんちはほとんど見えず隠れうんちになってしまいます。食事の量を抑えても魚の赤は出ます。水の状態だけで判断するのは至難の業です。ちなみにこの水はいつまでも泡が消えない粘度が高くてかなり汚れてしまった水です。証明するようにあちこち茶色い腐れ苔が付着。この時点でははっきりと気づけていないのですが、これはメダカ用浄水器へのカビ購入の影響でした。加えて口述の理由による3倍の過密のせいです。こういったことを考えて清掃管理するのが基礎で、これとは別に信頼関係を構築することが重要です。魚と食事の量を少なく植物を育成、循環サイクルを作るというのもしてみましたが、満足に食事を与えないためか、ある程度食べ物で釣ることまでは可能でも、信頼関係の構築や水槽の自治を任せられるような、こういった短期偏差の大きいメダカをいじめる行為もない、意思疎通を図れるほど高次の関係には至りません。これはつついてるのではなくご機嫌伺いです。室内30センチ水槽、グリーンウォーターで稚魚3匹、半年間食事を極端に減らし、足し水だけで飼育したら、基本定位置にばらけてじっとしているだけで、メダカ同士ですらコミュニケーションを取らず、そもそも私や隣の水槽を認識しているかどうかすら怪しく、対して体も大きくはならず、でもサイクルは釣り合ってるので死にはしないというだけの水槽でした。何よりの問題は、ここまで関係性のない相手だと状況が変わると一瞬で弱るということです。春が来て水温が上がってしまい、ひどくかゆがるように、これではダメだと手を入れたことでバランスが崩れ、稚魚から世話を焼いていたら絶対に死なない儚さでわずか2週ほどで弱っていき、最後は死なせてしまいました。これだけなら単なる栄養不足でも説明がつくのですが、屋外のグリーンウォーターも1年に10匹以下が死んでもきれいに分解され、別れに気づかないふりも可能という利点はあり、元は室内飼育で老齢を見とるのが辛くて始めたことでしたが、やはり環境が変わった時、こいつが解決するはずという信頼がないので、数日を待たずすぐ弱るのが私の性格には向きませんでした。この経験から世話をしない飼い方は良くないと判断。ちなみにこの動画の水槽は完全に過密です。本来この水槽だと3分の1程度の数でないとサイクルが合いません。これは前述2年前のグリーンウォーターの時、近隣工事のお知らせがあったのに、私が放置池だからと対応しなかったせいで、爆音振動恐怖飛散物質で70匹が8匹になるほど死なせてしまい、残った8匹からゴテゴテの室内飼育で数えて100個集めた卵を世話し孵化させた結果です。稚魚はすぐ死ぬと有名だったので100個を孵化、30匹残ってくれればいいと考えていましたが、
前述の3匹の稚魚以外に死なせた子はいませんでした。この97匹が子供を産み、170匹程度に増えています。この97匹は分離式ヒーターの扱いを間違えて、47度まで上昇した水温に半日ほど放置してしまい、死なせたと思ったのですが、みんな耐えてくれました。卵の時から世話していた私が何かを間違ったと理解し、助けに来るはずと信じて頑張ってくれていたとしか思えませんでした。数日は本調子ではありませんでしたが、最後は元気になってくれました。これらが信頼関係を推し進める理由です。考えておくことや準備しておくことが無数にある上、いくら準備しておいても想定外の事態が必ず起きます。無理そうだから飼ってる人の動画を見るという結論もいいと思います。世界中に魚を飼っている人がいて動画は無数です。サッカーをする金魚など中国語系の動画は言葉がわからなくても大変可愛く楽しめます。また韓国語が堪能なら韓国は魚治療も盛んです。日本には現在数名しか一般人向けの魚医がいません。病気になる前に病気にさせないよう考えましょう。